皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ南部戦線においても大きな動きが起ころうとしています。それは、ウクライナの南部作戦司令部が発表したのですが、ロシア側から条件付き降伏というものが持ちかけられている、そのような話が出てきたのです。今回の動画では、ロシア側の申し出た内容について解説するとともに、全体の状況についてもおさらいをしておきましょう。それでは早速地図を見ながら現在の戦況を見ていきます。こちらは戦争研究所の発表している地図です。赤く塗られている部分がロシア軍が占領している地域、そして水色の部分がウクライナ軍が奪還した地域です。現在激しい戦いが起こっているのは丸1の南部戦線と丸2の東部戦線です。東部戦線における戦いはウクライナ軍の電撃作戦が大成功を収め、現在もなお快進撃を続けており、奪還した領土は5500平方キロメートルへと達しています。これは日本で言えば東京都が2つ以上入るそれぐらい広大な面積です。ロシア軍は回走状態にあったのですが、現在のところオスキル川を防衛ラインに引き直すことでなんとか持ちこたえている状態です。ただし一度浮き足だったロシア軍はまだまだ脆弱な状態であり、ウクライナ軍の攻撃を押しとどめることができるかどうかというのがこれからの注目点です。ウクライナ軍としては当初の目標である補給の要衝クピャンスキやもしくはドネツク州攻略の拠点であったイジュームを逆にこちらが奪い返すといったことが成功したことによって少し余裕を持って情報などを公開し始めました。こちらはポーランド製の自走砲クラブの車列で戦車や装甲車が先頭を走るわけですが、ロシア軍と会敵した時に自走砲もすぐ後ろについていることからかなりの火力を前面に打ち込むことができたようです。これによってロシア軍は各地で突破を許したようです。戦闘の最前線の情報といったものは少し遅れて出てくるものです。現在のところインターネット上に投稿されている最前線の占領地としてはイジュームに続いてドネツク州攻略の拠点として機能していたリマンの近くでウクライナ軍が村を奪還したという写真が出ています。ですからリマンはまだ陥落はしていないようです。そしてパニック状態になって部隊が逃げ出すという光景はハルキウ州全体に及びましたから、今日もまたロシア軍から露獲した兵器の新しい映像などが出ています。この映像などではかなり手入れの行き届いたすぐにでもウクライナ軍が使えるのではないかといった状態の装甲車や戦車の姿があります。一方ロシア軍は新しい戦力を獲得したようです。これは先日イランからドローンを輸入したのではないかといった話があったわけですが、実際に東部戦線において撃墜されたドローンがイラン製のものではないかという話題が出ています。素人目で見てもイラン製のドローンシャヘド136と見比べた場合においてまさにこれだなと思うようなものです。ただしイラン製のドローンをロシアがわざわざ手に入れたということは、もはやロシア国内におけるドローン生産が全くその製造能力がなくなっているか、もしくは生産数が激落ちして前線で使えない状態になっていることを意味します。東部戦線について南部戦線の状況も見てみましょう。南部戦線における奪還領土は500平方キロメートル。東部戦線の奪還領土に比べると1桁少ないわけですが、だからといって南部戦線の戦いで成果が出ていないとかそういったことではありません。そもそもウクライナの南部においては反攻作戦を行うぞと何度となくゼレンスキー大統領が公言したこともあって、ロシア軍はこの地域に多くの兵士、兵器、物資を集積していました。ですから比較的弱い陣地というものが少なく、ロシア軍の守りが頑強なのです。ただし、この戦場は明らかにウクライナ軍にとっては有利な場所です。これまで何度となく解説を行ってきましたが、ドニプロ川によってロシア軍は移動や補給の制限がかかっています。現在のところドニプロ川にかかっている3つの橋、これら全てがハイマースの攻撃などによって破損してまともに通行できない状態になっています。現在のドニプロ川西岸地域にいるロシア軍は援軍もなければまともな補給も受け入れられない状況になっていて、激しい攻撃にさらされているのに反撃すればするほどどんどんと弾薬不足に陥るというジレンマに陥っています。そして3つの橋のうち2つ、鉄道橋と通常の橋があるヘルソン市、このヘルソン市に向かっているウクライナ軍はじりじりと前進を続け、現在18キロまで迫っています。こちらはロシア軍の占領地域の色付けというものをなくした単純に Google マップの地図です。
ドニプロ川西岸地域で重要なのは3つの橋を抑えることであり、ヘルソン市にはそのうちの2つがあります。ヘルソン市を抑えることができて、そこからさらに川伝いにノーバカホフカの橋を抑えることができれば、西岸地域にいるロシア軍は完全に退路を失うこととなります。このようなことを見越して、ロシア側から条件付き降伏といったものが持ち込まれているわけです。その条件というのは、兵器や弾薬などはもう置いておくから、ロシア軍の兵士がドニプロ川から東岸地域へと渡るのに攻撃しないでほしいといった条件なのです。ロシア軍としては西岸地域を失うことはもうある程度認めた上で、兵士を失うことを何とか防ごうというわけです。ウクライナの東部戦線においては、未だウクライナ軍の主力をロシア軍が大打撃を与えることができていない以上、まだまだウクライナ軍の進撃は続くことでしょう。ただし、一時の回覧状態から少しは立て直したようで、ウクライナ軍の進撃速度そのものは少し衰えているようです。ただしこれは、ハルキウ北部におけるロシア軍の撤退ということもあって、これを追いかける部隊がいくつも必要でしたから、どうしても兵力が分散したという問題があります。もう一度戦力を結集することができれば、目立って前進することも再び可能になるでしょう。なんといっても東部戦線におけるロシア軍部隊はかなりの損失を出しているとともに、負けが続くことによって兵士の士気もより一層下がっていると見られるからです。このような東部戦線におけるウクライナ軍の大進撃といったものは当然のように南部戦線にいるロシア軍にとっても士気を下げる影響を与えています。ロシア軍の兵士たちは別に大義があってここに攻め込んでいるわけではありません。もちろんプーチン大統領はいろいろな話をでっち上げてはいますが、ロシア軍の兵士たちがそれを真に受けているかといえば必ずしもそうではないでしょう。彼らにしてみれば、ウクライナの街を占領すれば、ウクライナの人たちは喜んで自分たちを迎えてくれるんだといったような嘘を言われていたわけですから、現実は全くそれと異なっていることを目にすれば、自分たちが騙されていたんだということはとっくに知っているはずです。その上、これまで散々解説してきたように、南部戦線における戦い、現在のヘルソン州周辺における戦いというのは、ロシア軍にとっては圧倒的な不利な状況であり、このまま戦い続けることは弾薬切れを起こし、兵器があってもまともに反撃できない、攻撃できないといった状況に陥り、壊滅するしかない、そのような自利品状態に陥っているのです。イギリスの分析によると、ドニプロ川西岸地域にいるロシア軍部隊は1万5千人から最大2万人程度います。ウクライナ軍の本格的な攻撃に備えて多くの兵士たちを集めたわけですが、逆に言えば兵士が多ければ多いほど補給しなければならない物資も多大になり、毎日毎日消費される食料や武器弾薬の減少といったものがこの地域のロシア軍の戦闘力を日々減少させることとなっています。もしもロシア側が申し出たという条件付き降伏がウクライナ側と合意に至るようなことになれば、この地域に残される兵器としては戦車は100両から150両程度、装甲車はその2倍から3倍と言われている一つの国の陸軍ぐらいの兵器類がウクライナに渡ることとなります。単純にロシア軍としてはそのような交渉をすることによって何かしら時間稼ぎをしながら撤退作業を進めているのかもしれません。東部戦線における撤退が混乱状態の中で兵器を投げ捨てるようなことをしていましたから、もしかしたら南部戦線においては交渉しつつ、実は撤退に向けて兵器を自ら破壊して逃げる、そのような行為を行うかもしれません。何にしても南部戦線の戦いというのはそのような条件付き降伏の話がたとえ情報戦の一環で身のないものであったとしても、どのみち時間が経過すればロシア軍は大打撃を受け続ける場所へと変貌し、ロシア軍の主力戦闘部隊がこの地で失われるかもしれないのです。そのようなロシア軍にとって明らかに戦力が大幅に減退するような出来事がこのまま進行し続けていけば、戦局全体で言ってもウクライナ優勢へとはっきりと天秤が傾きます。そうなれば一挙に領土を奪還するといった光景もこれからは頻発するかもしれません。このような状況を分析したアメリカの軍事専門家などは、次の春までにウクライナ軍は本格的な侵攻が始まった2月程度まで戦線を押し戻し、来年にはクリミア半島に攻め込むかもしれないという予想なども発表しています。これなども東部戦線における大反撃が成功する前であれば、
とてもそこまではうまくいかないのではないかと言われるわけですが、東部戦線におけるロシア軍の崩壊状態といったものを見ると、それも十分起こり得る話です。ウクライナ軍の士気は非常に高く、それでいて装備が充実し始めているわけですから、これからロシア軍にとっては地獄のような日々が始まることでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとコメントの書き込み、また投げ銭機能などもぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。